皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もまた最後までゆっくりとお楽しみください。さて、時は10月中旬の1日です。前回の動画を撮影してから10日余り経ったところです。今回の撮影は朝と昼下がりの2回に分けて行いました。天気は午前も午後も曇り空でしたが、共に日は差していました。養蜂場そばの日陰に設置してある温度計では、朝の気温は13度ほどでしたが、昼下がりの気温は22度ほどでした。この地方のこの時期としては、平年と比べて、とても暖かい日でした。10月になってからも、こういう温暖な日々が続いています。今見ていただいているのは、養蜂場周辺の山々をドローンを使って、約100メートル上空から撮っているものです。正確に言うと115メートル上空から撮っているものです。この辺は養蜂場の蜂たちの集蜜圏になっています。蜂たちが餌を集めているエリアです。いつもこうやって撮影している風景なんですけれども、いつもと違うのは朝もやがかかっていて、少し幻想的な雰囲気になっていることです。この撮影を行ったのは朝の7時半です。また、木々の葉には紅葉が混じってきています。朝もやにせよ、紅葉にせよ、秋が進んで気温が下がってきていることを示しています。さて私、今年の9月中旬に公開した動画の中で、越冬に向けた準備についてお話ししました。越冬は日本の養蜂業のカレンダーの中では最大のイベントと申し上げて良いでしょう。特にこの養蜂場がある北国で低地養蜂を行う場合には、越冬は乗り越えなくてはいけない難関です。9月中旬に公開した動画の中では、まずこうした越冬の準備の段取りについてお話ししました。そして、2つ目には今年の越冬準備の特徴についてもお話ししました。この養蜂場では、巣箱を麻布で梱包して実際に越冬を始めるのは11月の末のことです。それに対して越冬の準備を始めるのは9月上旬のことになります。したがって今回の動画の撮影を行った10月中旬というのは越冬準備の中間点に位置しています。そこで今回の動画では実際に越冬の準備を進める中で、今年の特徴として特に気づいた点についてお話をしたいと思います。以前の動画の中で私は今年は昨年のミツバチヘギイタダによる被害の影響で蜂の数が少ないと申し上げました。またコロニーの数を増やすことを優先させたために1群あたりの蜂の数が少ないとも申し上げました。なお映像の中でも巣門付近に蜂のにぎわいがなくて寂しい感じがしますけれども、これは朝まだ気温が低い時の映像だからです。1群あたりの蜂の数が少ないので巣門付近が寂しいというわけではありません。反対に昼頃になって気温が上がってきますと、ご覧のように巣門付近は大変な活況を呈してきます。これは13時に撮影した映像ですけれども、時間から言って時騒ぎ、つまり低飛行の現場を映像に収めたものだと思います。時騒ぎというのは羽化した働き蜂は当初は内勤蜂として巣箱の中の仕事を行うわけですけれども、しかし羽化後20日ほど経ったところで外勤蜂として野山で餌を集めるようになります。こうした働き蜂のキャリア形成の中で内勤蜂の時に巣箱の場所を記憶するために時折巣箱の外に出て行う鳴らし運転飛行、これが時騒ぎであるわけです。昼頃に一斉に行う様子が賑やかなので時騒ぎと言われているわけです。ですから時騒ぎでスモン付近が活況を呈している
ということは、新しい働き蜂が続々と生まれてきているということです。そこで苗検を行ってみて、巣箱の中を覗いてみて、このことを確認してみることにしましょう。今映っているのは、昼過ぎに巣箱の苗検を行っている場面ですけれども、確かに巣板いっぱいに蜂がついていることがわかります。11月末に行う越冬開始に向けて、巣箱の中にある巣板の数を1箱あたり5、6枚に絞り込んだところですけれども、その5、6枚の巣板の上に蜂たちがびっしりとついています。10日以上前の前回の撮影の時と比べて明らかに蜂の数が増えています。この状態ですぐにでも越冬に入って良いぐらい蜂の密度が高いです。女王蜂がいました。10月中旬だというのに未だに旺盛な産卵を行っています。巣房の中に産みつけられた小さな白い卵を確認することができるからです。そして幼虫やさなぎ、つまり胞子も未だいっぱいにあります。これからさらに気温が下がって産卵のペースはおそらく今後急速に落ち込んでいくでしょうけれども、現在の状態から蜂の個体数を大きく減らすことなく1ヶ月半後の越冬開始に持っていくことができる、そういう期待を持つことができる内容です。以前の動画の中で私は今年は1群あたりの蜂の個体数が少ないということが今後の越冬に向けて心配だと申し上げました。蜂の個体数が少なかったので巣箱の中の巣板の数の絞り込み、つまり巣板の数を減らすことを今年はスムーズに行うことができたという面もありました。そういう良い面も、あることはあるのですけれども、蜂の個体数が少ないというのは巣箱の中で熱を出して温める担い手が少ないということを意味していますから、やはり越冬に向けて心配であったわけです。ですからここに来て蜂の個体数が増えて蜂の個体密度が高まっているということは非常に頼もしいことであるわけです。こうやって蜂の数が増えているのは一つには天候が温暖だからでしょう。温暖な天候が女王蜂の卵巣の発達を促して産卵を奨励しているのです。そして温暖な天候の下で植物が流密し食料事情が良好なのでしょう。これは言うまでもなく蜂の育児にとっては都合の良いことです。確かに秋の主な蜜源植物である友禅菊にはここに来て枯れ花が目立つようになってきています。咲いている花はごく少数です。しかしそうした数少ない咲いている花を一生懸命に探し出して蜜や花粉を集めている働き蜂のけなげな姿が草原のあちこちで見られます。蜂は枯れている花にも少し足を止めますが、そこからは何も得るものがないということがすぐに分かるとさっさと立ち去っていきます。そういう探索を5、6回繰り返して、ようやく餌をくれる花に巡り合うことができるのです。そして今年はあまり採蜜を行っていません。つまり蜂たちが一生懸命に集めてきた蜜を今年は人間が取ってしまうことを控えています。これは今年のこの養蜂場のテーマが蜜をたくさん生産することにあったのではなくて、むしろ蜂を作ることにあったからです。つまり昨年のミツバチヘギイダダニの被害から立ち直ることを優先させたのです。で、このことがミツバチの食料事情を良好なものにして秋の個体数の増加に結果しているのだと思います。さらに秋に蜂の個体数が増えているもう一つの要因としては、やはりミツバチヘギイダダニの被害がほとんどないということがあるでしょう。以前の動画でもお伝えしましたように、今年はここまでダニの姿を巣箱の中で見かけたことがありません。秋になってダニのつきやすい蜂のお腹の写真を撮り続けていますが、依然としてダニはいません。秋に蜂の数が増えるのは心強い話なのですけれども、
その一方で予防的にダニ駆除剤を入れるタイミングが難しくなります。蜂が増え続けるということは、さなぎの状態である有害疱疹が常にたくさんあるということです。蓋がついた巣房の中に仮にダニがいるのだとすると、ダニは蓋に保護されてしまっているので駆除剤が全く効きません。がしかし10月中旬は越冬開始とともにダニ駆除剤を抜くとすると、ダニ駆除剤を入れる最後のタイミングになります。そこで今回の内見の時にダニ駆除剤を入れることにしました。白い短冊状のものがダニ駆除剤です。今回はアピバールを入れます。この短冊は標準的には巣板4枚につき1枚入れるということになっていますが、今一つの箱の中に巣板の数が5枚から6枚ありますので、そこに入れるアピバールの枚数は、少し変則的になりますが3分の4枚になります。はい、ということで今回は越冬準備の過程の中間点にあたって、取り組みのチェックを行いました。秋10月中旬であるにもかかわらず蜂の個体数が増えていて、巣板の上での蜂の個体密度が高まっていたということはとても心強いことでした。反面、予防的にダニ駆除剤を入れるタイミングが難しくなりましたが、タイムリミットということで今回の内見の時点でアピバールを巣箱の中に投入しました。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。